皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。少し前に植え替えしたアイスハートプリンセスやその隣の寄せ植えは春に寄せ植えしたものを最近仕立て直したもの、そしてエルフストーンも大きな鉢に植え替えしています。少しずつ植え替えも終わり、多肉の冬越しの準備を進めているところです。今年はどの寄せ植えも外葉を枯らしている多肉が多くて、スカスカな寄せ植えが出来上がってしまいましたが、新たに多肉を追加して仕立て直しするとこんなに可愛く仕上がりました。ベランダで使用していた木箱にはホワイトシャンペーンや白鳳、ブロンズ姫を植え替えました。今回は時期的に少し水持ちのいい土にしています。そして仕立て直しした寄せ植えも玄関前に置いて、この玄関前のスペースもとっても華やかになっています。10月に胴切りした多肉も少し気になるので覗いてみると、以前見た時よりも小株も大きくなり成長しているのがよくわかります。親株がダメになってしまったアルケインも小株で元気に育っています。クラウディアは葉差しでもよく増えてくれますが、胴切りしてもたくさんこぶいてくれています。そして虹の玉の葉のようにつぶつぶしていたクメの里でしたが、葉の形もしっかりしてきましたね。そしてこのアクエリアスや隣のハートディライトも小株が大きくなってきているのを見ると本当に嬉しいです。そしてこのライラックミスト、この子も茎が長く伸びてしまっていましたが、胴切りした後に葉をもいだ場所からたくさんこぶいています。そして少し置き場所が違うだけで小株の成長も違うんですよね。この場所に置いてあるアクエリアスの小株を見ると、他の株に比べて小株が大きく育っている気がします。9月にボロボロのセダムたちをこのプラグトレイに植え替えたんですが、一番増えてほしいと思っていたこのレッドベリーが実は一番増えていないという現実もちょっと悲しいです。そして今回のちょこっと DIY はこの手作りのステンシルシートを使って黒く塗装した空き缶にステンシルをしていこうと思います。文字に使う色は白。今回はモノトーンカラーでかっこよくリメカンを仕上げていこうと思います。最近ではスポンジを使いステンシルすることが多かったんですが、以前トールペイントに使っていた筆を見つけ、その中にステンシル用の筆も入っていて、今回はその筆を使っています。ステンシルは筆でトントンした後にこのシートを剥がす時が一番ドキドキしますね。シートを剥がすといい感じです。このステンシルシートは文字が左側に揃えてありますが、今回はこのように文字を右側に揃えてみました。そしてリトルビーガーデンのロゴの横には多肉をステンシルしてみました。この缶実はミルクの缶なんですよね。蓋がついていたので蓋にもオープンの文字をステンシルしています。ミルク缶の他にもいくつかステンシルしたんですが、白と黒のモノトーンがすっごく可愛くって、この色使いのステンシルとっても気に入っちゃいました。リメカンは作るのも楽しいんですが、こうやって飾っておくだけでもとっても可愛いんですよね。そしてリメカンバッグも制作しています。ビールの空き缶は塗装せずそのまま使ってみても可愛いですね。作り出すと止まらないリメカン作り、皆さんもぜひ作って楽しんでみてくださいね。
夏に裏庭に持っていったセダム、放置してうっかりそのまま忘れるところでした。慌てて庭に持ってきたんですが、どうするこのセダムたちと思った時、この鉢の空いているスペースが目に入ってしまったんですよね。実はちょいちょい増やしておきたい多肉をこうして他の多肉の空いているスペースに植えておくのが好きな私。この他にも黒胞子の鉢の根元やミルクブッシュの鉢の根元にたくさんのセダムを植えています。たまにポロッと取れた葉をそのまま投げ入れたりもしちゃってるんですけどね。そしてアボカドの木の根元ではスノープリンセスが鉢から溢れ出しています。セダムを植え替えていくんですが、今回はリスナーさんにいただいたこのピンセットプライヤーを使っていこうと思います。グリップもとても握りやすくて、先がピンセットのように滑らないので、しっかりセダムを挟むことができて、とても使いやすいです。今植え替えしているのはブロウメアナ。実はこのブロウメアナはセダムではなくてクラッスラなんですよね。このブロウメアナが鉢にかかるような感じで植え付けています。今ちょうど白い小さな花を咲かせているところなので、寄せ植えに入れてもとっても可愛く仕上がります。そういえば Amazon のブラックフライデーが今開催中ですよね。ちょうど欲しい園芸用品があったので欲しいものリストに入れていたんですが、私が欲しいものはセール対象にはなっていないようで、同じ価格だったのがちょっと残念でした。皆さんもブラックフライデーで何か購入されたりしましたか？私の購入品はまた別の機会にご紹介したいと思います。ある程度ブロウメアナの植え替えが終わったので、次は鉢の反対側にセダムを植えていこうと思います。その前に少しピックを刺しているところがぐらつくので土を足しておきました。お次はミルキーウェイ。このミルキーウェイは裏庭で徒長しているため長く伸びてしまっています。そのため土の上に這わせるように植え付けることにしました。それでも夏の暑さのせいで庭にあったミルキーウェイはほとんどがダメになってしまっているか枯れる寸前といった感じでしたが、裏庭で徒長していてもまだ元気なだけマシでしたね。ミルキーウェイを植え終え、次はスノープリンセスです。このスノープリンセスはどこに植えても本当によく育ってくれるセダムなので、我が家でもあちらこちらですくすくと成長してくれています。裏庭で徒長して茎もすでに枯れているため、茎をピンセットで挟むと穂先だけがポロポロと落ちてしまいます。それでもなんとか植え終えて、次はフイリパリダムを植えていきます。このフイリパリダムもスノープリンセス同様に茎が傷んで穂先だけがポロポロと落ちてしまうので、穂先だけをピンセットでつまんでそのまま植え込んでいきます。今回はこの七福神と秋麗のプランターの空いた場所にブロウメアナからフイリパリダムまで植えていきましたが、まだまだたくさんのセダムたちが残っています。それをどうするかちょっと悩みどころですね。はい、ということで今日の動画は植え替えした多肉やリメ缶作り、そしてこの七福神と秋麗の鉢にセダムを植え替えていくなどてんこ盛りの内容でした。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
それでは次の動画でお会いしましょう。またね。